こんにちは。第3回始まります。最初に使うキャラは BD ジョーです。クレイジータクシーのプレイヤーキャラの一人。原作では最高速が高いタイプでしたが、こちらではブースト重視に、まあソニックも同じようなものだったので、この解釈で合っているはず。コースはランパートロード、ジャイアントエッグからのステージですね。全体的に緩やかではありますが、カーブが多いです。ちょうどステータス的にはブーストが強いので、ドリフトを無駄なくこなしていきたいですね。アクセルが高い方なので、ロケットスタートのタイミングは2です。クレイジータクシーはアーケードゲームが原作です。アーケードで車のゲームといえば、セガお得意の車型筐体と思いきや、このゲームは立ったままプレイするという一風変わったスタイルが注目されていました。3作存在するのですが、1作目は移植がいろいろな機種に行われており、価格も安い場合が多いため遊びやすくなっています。とりあえず遊びたい場合はこれ一択ですね。最近 Xbox 版が配信終了したのでご注意ください。ちなみに BD ジョーは1作目のキャラです。2作目はアーケードが存在しない作品で、ドリームキャストと PSP のみで発売されています。使えるアクションにジャンプが追加され、より走る上での自由度が上がっています。 PSP 版はDL 版が現在も販売されており、約1000円で1とカップリング移植になっていますのでおすすめです。カスタムサントラ対応で好きな音楽もかけられますし、損はしませんよ。まあ正直言うと PSP の2に関しては処理落ちがあったりして少し難があるのですが、そもそもプレイ環境が限られすぎているので1のおまけとして遊べると思えばね。最後に3作目ですが、こちらは初代 Xbox に合わせたクオリティアップがされており、グラフィックがより綺麗に、新アクション空中ダッシュでもはやタクシーとはという暴れっぷりが楽しめます。アーケードと初代 Xbox、そして PC 版があるのですが、アーケードが見かけないし Xbox は互換対応しておらず、 PC に関してはこれらの理由から需要がすごいことになり価格が大変です。遊びたいのですが残念ながら遊んだことがありません。いつか互換に対応してくれと思って買ったソフトは一応持っているので、初代 Xbox 買った方が早いかも。あんまりやり込んではいないのですが、軽く遊んでみるだけでも結構楽しい作品でしたね。ちなみに現在少し前に紹介したジェットセットラジオとほぼ同時にリブート企画が動いており、来年ぐらいには発売か大きな発表がありそうですね。ちなみにクレイジータクシーとソニックと関連性はありません。強いて言うならシティエスケープで有名なサンフランシスコがこちらの1でも舞台なので、見覚えのある場所を走れるといったことはありますが、3周目なので真面目にコース解説します。道の一部に雪が積もっていますが、ここはダート扱いなので乗るタイミングに注意。ブースト中はあんまり減速しませんが、通常時は結構減速する場合があります。中盤は飛び越える場所が多いですが、ほぼトリックできませんので位置調整優先でいいです。またパイプから飛び出す卵にも注意。この先2つ目の塔の後に正面に進み、矢印をどかしながら進むとショートカットルートです。こっちに行かないとかなり遠回りです。背景にも見えるような位置に行くという結構気がつくのが難しい場所ですね。1位でここまで来たら、あとはたまに柵がない場所で落ちないようにしっかりドリフトしておけば負けることはないでしょう。逆に言えば接戦の場合はアイテムでドリフトを妨害すると勝てるかもしれません。後ろは全く来ませんね。勝利演出と必殺技を見て次に行きましょう。必殺技はクレイジーブースト。お客さんのために飛ばして運転します。ボタンを押すと加速です。次使うキャラはジャッキー&アキラ。バーチャファイターの中でも主人公と言える2人のコンビとなります。性能は最高速とブーストが非常に高いという
文句なしに最強と言えるような性能です。ただしアクセルは低いので妨害が多いとなかなか上がれないことも。これだけ速度が出やすいのに重量に関してもそんなにないので、ジャンプ系ショートカットも多用できるのが強みですね。コースはダークアーセナル。ここに来て長さが 8000m を超えました。最長系コースとなるのですが、その代わり一部キャラ限定となるショートカットもあったりします。そのショートカットが使えるため、今回はジャッキーとアキラを選びました。2人のキャラ紹介といきましょう。まずはジャッキー。カーレーサーだった彼はレース中瀕死の重傷を負ってしまいます。なんとか生き延びリハビリもこなした彼は、その事故にある組織が関わっていたことを知り、また兄が動けない間、その事件を探っていた妹も組織に捕まってしまい、彼は組織との戦いに向かうことになります。そんな感じで敵組織と戦うバックがはっきりしているキャラで、レーサーの設定が拾われ本作に参戦。次はアキラ。常に自身の強さを追求する武道家中の武道家と言えるような人物で、こちらはただ強いやつを求めて日々修行といった感じですね。パッケージを飾る主人公ながら因縁の相手とかがいない、ちょっと珍しい設定のキャラです。今回のレースの参加経緯も不明。修行の一環ですかね。バーチャファイターという作品について紹介します。3D 格闘ゲームの原点と言える作品ですね。この作品がヒットしたからこそ後続の 3D 格闘が増えていったとも言われています。特にバーチャファイター2のヒットが社会現象級で、テレビ番組とかの特集も多かったとか。そんなすごいシリーズに見えますが、実は2012年の家庭用から2021年まで一切発売されませんでした。ただし家庭用最終作はフリープレイタイトルとしての配信や竜が如くのおまけ収録が多く、触れられる機会が多かった分なのか、プレイヤー自体はそこそこいたようです。現在最新作としては5のグラフィックやシステムの改善がされたバージョン、バーチャファイター e スポーツがリリースされました。今後の動向にも期待です。ゲームとしてはリアルを追求した格闘ゲームで、ガードがボタン式なのがちょっと慣れないと厳しい人もいるかも。実在の格闘技に忠実な動きとかのこだわりが有名です。おまけ収録や移植も多く、単品の販売価格も安いので、興味がある人はぜひ遊んでみてください。ソニックとの関連性ですが、ファイターズメガミックスというセガ格ゲークロスオーバーのゲームでソニック・ザ・ファイターズとの共演があります。ただしこの作品で出るソニックキャラは B、バーフの2人のみです。ここからコース解説。今やったようにステージの2箇所にジャンプ台があり、一部のキャラはこれをブーストで飛び越えることができます。名指しで言うと多すぎるので、最低限の条件だけで言うとブースト性能が7割ぐらい。重量は中量までですね。ブーストはもっと高く、重量も軽い方がいいです。あ、これなんですが失敗してますね。もう少し左寄りにしておくとぶつかっても反対側でリスポンしてたと思います。ミスクならともかくブーストアイテム使ってこれかは。越えた先はエッグハンマー製造ラインになっていますが、ダービンルーツと同じでブーストで飛ばせます。長いカーブが続くのでドリフトをためつつ進みましょう。長すぎてさすがにちょっと退屈な区間です。ギミックもないし、この出来ならもうちょっと短めでもよかったのではと思います。そういえば最初のジャンプで失敗してましたが、2周目も失敗してたり、まあ2周目に関しては分かること自体は成功したんですが、なかなかスムーズにいかないですね。今回はバッチリですね。こんな感じでいけたらよかったんですが、まあ現実的に起こりうるものを見せるってのも大事かなと思って、ちょうど失敗となんとか渡りきるのが2つ取れたこの試合にしました。これでゴールです。勝利演出と必殺技を見て次に行きましょう。必殺技はバーチャファイト。アキラが車を押し出してすごい勢いで進んでいきます。自動で進むだけですが、スピードが高いジャッキーには相性抜群です。
アキラは離脱かと思いきや、なぜか降ってきて合流するので大丈夫です。次使うキャラは葉月亮シェンムーという作品の主人公です。日本人なんですが、オールスターレーシングは日本で発売されてないため日本語ボイスはありません。残念。性能は速度がない代わりにアクセルとハンドリングの高さから安定した走行が可能に、ステータスの比率はアミーゴと似ていますが、極端なあちらよりもバランス型に近い配分です。コースはジャンプパレード。その名の通り段差が大量にあり、こまめにジャンプが行われます。キャラの重量が軽めだといっぱいトリックで加速できますが、量は中間ぐらいの重さなのでそこまでトリックできません。アクセルが高い方なのでロケットスタートは2の少し後ぐらいからですね。原作の紹介です。シェンムーはオープンワールドの原点とも言われるプレイゲーム業界に衝撃を与えた作品でした。ドリームキャストの 3D 処理能力があってこそと思いきや、これがもともとセガサターンで作られていたから驚きです。街を生きる人たちはそれぞれ名前や行動があり、ゲームでありながらも生活のようなものを実感できるほか、さまざまなイベントやオブジェクト、ミニゲームによるリアリティのある世界観を実現しています。さらにさまざまな業界から人材を集めた結果、設定や出来栄えにもこだわりを感じます。私は初代しかプレイしたことがありませんが、今順調に進化を遂げてストーリーも進み、ファンには嬉しかった反面、ドリームキャスト自体が売れにくい時期に出たので売り上げが良くなく、以降開発が止まってしまいます。約18年後に発売された3は別の開発ですが、感想とかを見るにはシェンムーらしさという面では素晴らしいけど、新しい舞台での序章みたいな場所しか書かれていなくてシナリオが進まない、システム面をこだわりすぎた結果不便な点も生まれているといった意見をよく見かけますね。リマスターもあるし、機会があったら遊びたいですね。ついでにお話しすると、ディレクターの鈴木優さんが24年のインタビューで4と5についても予定しているそうで、5で完結となる見込みだそうです。これは今後が楽しみですね。ちなみに今乗っているバイクは実際ゲーム内で乗る機会があります。その時はヘルメットを着用するのですが、今回はヘルメットなしです。今の時代だと規制でヘルメット着用の方になりそうですよね。亮が乗る乗り物といえばもう1個あってフォークリフトですね。このゲームでは実は別売りの DLC を適用するとそちらでレースも可能です。また少し先の話になりますが、必殺技でも登場します。3周目なので走り方の解説に行きましょう。段差から飛び上がったら基本トリック1回でいいです。カーブになっている場所が多いので、そこはドリフトしてあまり外側に行かないようにしましょう。ゴムに警告が来てますが消えましたね。段差が多いせいか場外に落ちたりしやすいのかも。遠くを狙うのは厳しいと思った方がいいでしょう。ここはテクニックでうまく海を走って抜いていきたいですね。この先ジャンプ時に空中で風船が上下に動いています。前もって見て上がってくる列を避けるか、間にあるアイテムボックスめがけて位置調整しましょう。あとはゴール前の風船を除くと何もないので、相手の攻撃だけ気をつければ大丈夫ですので、解説は以上。それでは勝利演出と必殺技を見て次に行きましょう。必殺技はバーキングマン。フォークリフトに乗り換えてお仕事開始。ボタンを押すとフォークを上げて近くにいる相手を打ち上げます。今回最後となるキャラはテイルス。まさかの飛行機で参戦です。黄色の飛行機という今までありそうでなかったデザインですね。ステータスはスピード、ブーストが低めで、アクセルとハンドリングも並から少し上ぐらいの色々と控えめな性能ですね。代わりに隠しステータスの重量がかなり低く、
浮き上がると長い間滞空できる特性があります。ちなみにマシン名はトルネードレーサーです。コースはピンボールハイウェイ。少し長さはあるものの基本的な地形しか出ないシンプル寄りの設計です。通路が狭いのとエッグボーンと降り注ぐチップによって動いている障害物が多いというのが特徴でしょうか。何かと衝突しやすいのでアクセルが低いキャラとかだと特に事故が起きやすいです。ロケットスタートは2と同時ぐらいですね。テイルスは先ほどのステータスからしてあまり強く見えませんが思ったよりかは強かったりします。その理由が最後に話した重要な低さですね。残念ながら速度が足りないのでダークアーセナルのようなショートカットはできないものの段差で上がった際に他のキャラよりもトリックを仕込みやすく場所によってはレベル2や3のブーストにすることができます。これを使いこなすことで同じようなステータスのビリーとかよりも速度を出せるというわけですね。テイルスのマシンといえばソニック R ではソニックと同じく自分の足でレースしてましたね。この作品ではまさかの飛行機でしたがチームソニックレーシングとかで見かける黄色いフォーミュラーカーみたいなものにも元ネタがあるって知っていましたか？それはソニックシリーズ初のレースゲームとなるソニックドリフトです。こちらではテイルスのマシンがホイールウィンドというマシンで普通に速そうな車です。ちなみにソニックは真っ赤なスポーツカーで名前はなんとサイクロン。後のテイルスの愛機と同名ですね。エミーはソニック R の時と近い車なんですが青色活車が意志を持っているという珍しい設定でブリーズというマシンです。ちなみにエッグマンは名称こそタイフーンですがデザインはいつものモービルですので他がマシン自体を変えたのに対してこの時から一貫性があります。続編ソニックドリフト2でも各キャラのマシンが続投となり新規参戦のファンでは他の作品でも使用しているマーベラスクイーンがそのままナックルズはテンプストというバディのようなマシンで参戦してます。メタルソニックはブルーデビルというフォーミュラーカーのようなマシンですがこちらはチームソニックレーシングで完全とはいかないもののそれに近い感じを再現できるようなパーツがありました。クロスワールドでカスタマイズパーツはまだまだ非公開ということもあり歴代のマシンの再現ができるか楽しみですね。後期は無理でもナックルズのバディあたりはいけそうな感じがしますしここ実は上の部分走れますがチップが落ちてこないくらいしか利点がありません。まあブーストしてればチップが飛ばせるしわざわざ上を走って避ける意味ないですよね。利点を見出すなら他のキャラの必殺技に巻き込まれにくいってことぐらいでしょうか。さて3周目なので走り方の解説としましょう。スタート直後左右に分かれますが正直そんなに変わらないので普通に走りやすい方でいいでしょう。相手が近くにいるときは別の方に逃げるのも手です。飛び上がったらトリックを入れておきます。テイルスは浮くので2回まで入ります。トンネル内はダッシュパネルを踏みながら進みましょう。また出口は左右が上がっているので高いところから飛び出せばトリックを挟んでさらに加速するチャンスとなります。ピンボールエリアの出口付近エッグボーンが両側歩き回っているので無防備な状態で突っ込まないように注意。この先のカーブ先ほどは上を走れる説明をしましたがその時に話したようにチップが降ってくるもののブーストで飛ばせますしインコースも走れるので必ず内側にドリフト走行しましょう。あ、タイミングを間違えた。こんな感じでリスクがあることには変わりはないですね。まあそれは相手も同じです。外側に行くのはあまり良い選択肢とは思えません。勝利演出と必殺技を見て終わりです。ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。必殺技はテールストルヌード。回転して起こした竜巻が前方に出現。若干左右に動かせます。攻撃範囲もそれなりで性能はそこそこですが最初以外テイルスが動かないので技にしては地味ですね。